やってたけど、私が指導してる時は自分で立ってこうだなっていうのは一切なかった。やっぱり蹴りというのは大事だよというお考えではあったわけですか。それはあった。蹴りの破壊力っていうのは、もう月の何倍も破壊力があるから、蹴りが強くないと喧嘩勝てないぞって俺にはよく言ったから、だからそれで僕は二大芸術学校の師匠たちに習った時には、前蹴りっていうのはある程度相手を崩す、あるいは誘いをしてるんだけど、僕自身考えたのは前蹴りで倒せば一番いいだろうと。それから前蹴りはただ受けて相手を崩してっていう理論だったけど、前剣で伸ばせればいいだろうと。それっていうのは安田先生の組手を元にして考える。そう見ててね、安田先輩のはシュッと構えてシュッとその前蹴りのこれよりも側頭をシャッと出してくるね、かかととかで、それをこう見たりしてて、それで前足で倒せる技をこう僕にこう攻撃してきたり教えてくれたりなんかしてたから。あとこれ前に先生から聞いたんですけど、大山先生も剛柔流ではありながら、巻いて前足で相手を倒して聞いたんですけど、それはね、僕自身は大山先生が巻いて前足で実際に生徒を倒すのは見たことない。なぜかというと、僕を教えた後は一切生徒には教えてないから。先生と戦ってる時はどうだったんですか？いや、今言った前手前足を前足だけだから、結構それで早かったね。あんだけどぶっとい手ぶっとい足でも早かった。剛柔流式ですよね。大体前手前足はこう牽制とか受けになって、それで逆突きで仕留めるっていう感じですから、実際前に先生がお話しした石橋先生とか南本先生っていうのは前足で牽制をして、右の逆突きかあるいは蹴りで相手を仕留めたっていう。それがね、支流で、前手前足だけで倒せるっていうのは渡辺流。なぜかというと、稽古してる間にさ、人数が多いじゃない。そんなのにいちいちこう奥の逆蹴りをやってたんじゃ体力持たないなとかって、そんな発想からほとんど前手前足で倒しちゃう。あとこれ構えなんですけれども、先生の構え方っていうのは手を広くないで拳握った状態ですけれども、石橋先生、宮本先生なんかは剛柔ですから手開いてたというんですよね。安田先生はどうだったの？握ってたな。安田先生は握ってた。それを僕は多分見なかったけど。ショートカンスタイル。でも安田先輩の組手はね、完全なショートカンじゃない。剛柔流でもない、ショートカンでもない、もうはっきり言って同時に喧嘩で安田英治喧嘩流の組手だね。でビャーッと体がね回って入ってくるんだよね。だから相手は対応できないよね。こう構えててさ、こう構えててさ、こっちに入ってくるんだよね。だからこうだな、こうやってカーッと顎がバーンとなってバーンとちぎっちゃったり、もうすごく早かったよね。斜めからってことですか？要するにこう構えた状況、こうじゃないんだよ。こっちから入ってくる。こっちで、こっちはさ構えててこう入られて、はっきり言うとちょっとこうやられればもうこっち崩れちゃう。こっちに入られたら戦いようがない。自分の手が邪魔になるっていうんですね。邪魔になって体重がこっちにいっちゃうからね。あと今の構えの話なんですけど、大山先生も剛柔ですから、小手っていうか指は伸ばしている状態で構えてたわけですよね。小手で構えてたね。でそれを先生が指を狙って叩いたりして後で怒られた。先生は大山先生の金敵も蹴ったことあるんですか？蹴ったことあるし、黒崎先輩の金敵を蹴って血だらけにしちゃったこともある。
大山先生の組手でのその金敵を蹴った時の反応っていうのは、動かなかったしばらく立ったんです立ってま立った動かなか聞いててった動かないいや聞いてたんだろう。だから後で試合レースが終わった後ね2人で食事俺のこと連れてくんだけどお店着いてからしばらくしてこそって言ったら使い物だな。それは黒崎先生の話。それは黒崎先輩か。はい。じゃあ俺の確か大山先生の金敵切ったっていう話は私聞いたことないもんですから。蹴った、はい、蹴ったことあるけど怪我させたのはちょっと分かんねえな。蹴ったことあるよ何回か。それと顔に当てるのを、肩に失礼だと思って肩に与えて置いて、それで大外刈りで倒そうと思ったら反対にぶん投げられちゃって、倒すよりも叩いた方が早いぞって言われた。それ以来俺は持たなくなった。だって大山先生と戦ったら倒そうと思ったら勝てっこねえじゃんね。柔道確か5段ぐらいだよね。柔道5段ぐらいでさ、体なのに俺どういうわけかね、倒そうと思った。大外刈りで。これはとんでもないよな。反対にぶん投げられたよ。それが大山先生との本格的な組手の最後の経験最後。もうそれ以上やる必要はないっていうことなんだろうね。それまで大山先生はもうほとんど組手は俺に任せたけどね、大山先生の組手は癖がありすぎるっていうふうに自分で思ってたみたいよ。そりゃそうでしょ。あんなタコニュードみたいな体した顔がさ、組手やったら生徒さぶるっちゃうよね、来なくなっちゃう。大山先生そう思って全て俺を正面に出した。多分そうだと思うよ。だって寒気がするもん。